もなんか分かんなくなって値切ったことがあって、ドクターマーチンで一回値切ったことがあって。何やってんだ何やってんだと男性です。ちょっとなるほど、はい、バイト先のバーの店長です。料理を仕込むときに男が出る。ラグナ君もやっぱちょっとまたクラッときしょうてがねえやつだ。でちょっと幼女なんですけど S っ気があってちょっとラグナがそういうちょっと M 気質が実は中にあって、今運命が再動する。知ったかブレイブルー。さあ再動しますよ、このコーナーでは戦乱神楽から参戦したばかりということで、はいまだブレイブルーのことをおそらくあんまりご存知でないと思われる原由美さん、これでめちゃくちゃ詳しかったらそれはそれで好感度高いですけどスタッフさんは大喜びみたいな行きつけのゲーセンまで急に言い始めて。ただですね、由美さんは、うん世界中のことを何でも知ってる女なんですよ。おっとそうなんですよ。そうですね、物知り。おっとなので、ブレイブルーのキャラクターのことをですね、はいご説明していただきたいなと思っております。はい。由美さんにはですね、ブレイブルーのキャラクターの立ち絵だけをご覧いただきたいと思います。7キャラあります。はい。で、私たちのキャラクターにはもう名前が入っているんですが、そうですね名前もないキャラもいます。そうですねはい。どういうキャラクターなのかを、当てずっぽうでもいいので。いや知ってるっていうせいなんだ。世界中のこと知ってんでしょ原由美さんは。もう知りですよね。知ってます。そうですよね。回答していただきたいと思います。一応模範解答として用意しました。ありがとうございます。はい、まずラグナー・ザ・ブラッド・エッジ、茨城出身のバンドマン、性格はチャラいけど童貞、でギターをネズミにかじられたショックで髪が白くなってしまう。本名は高橋剛。やだ、ドラちゃんじゃないのね。ノエル・バーミリオン、美容師兼バンギャ、性格は推しに弱いです。ラグナーの髪を黒く戻したいと。でも本当はバンギャって言ってるけど、ザ・マルーズの方が大好き。誰？友達の影響かな。で椿弥生、かっこいざよい、これはラグナ君のバイト先の店長です。元男性です。はい、バイト先のバーの店長です。料理を仕込むときに男が出る。ビクってみんなしちゃうの。カレーの寸胴とか持つけど、由美さん自信こんな感じで。そうですね、なるほどっていうことで分かりました。こういうギャップを本当の回答と違うのを楽しむ遊びなんですけども、原由美さんは世界中のこと知ってるんで。あ、そうですね、知ってます知ってます。みんなに教えてあげてください。はい、それでは回答スタート。さあ、というわけで由美さんが回答を書き終わるまでの間、皆様には CM をご覧いただきたいと思います。どうぞ。あなたが生まれなければこの世に生まれなかったものがある。欲もなく誰かに褒められるわけでもなく、まっさらな気持ち忘れないように書き続けていれば形になってくると思うので、目いっぱい好きなことをやってもらえたらなって。プロの同じ土俵に今乗ったら負けるな、じゃあどうやって勝てんのかな。夢を持ってこうなりたいんだ。チャンスってのは転がっては来ないんで、自分で掴み取るものなんで、必ず夢を夢で終わらせない。アミューズメントメディア総合学院。リッターシルトの名にかけて敗北は許されないのでね。無駄な争いは避けたいのだが、降りかかる火の粉は払わせてもらう。全身氷をバカだ。これで終わり。最大の王受けてみるといい。呼吸とすヒルダウンフォール。これで分かっただろ。アンダーナイトインバースエクセレイトクレア。うつろの夜の物語は綴られてゆく。
ユミさんの回答が完成しました。できました。すごい力作なんですけど。そう、ちゃんと想像以上だな、こ一れ。人ずつの関係性があるので。なるほど、わかりました。はいそれでは皆さんにも見ていただきましょう。回答こちらです。ドン書いたね。書きました。いい人です。はい。へへ皆さんも気になってるとこあると思いますが、まずはユミさんの解説。はい、そうですね。まずこのラグナ君は主人公で、まあ一見クールで結構モテるんですけれども、幼馴染、ここ幼馴染とは書いてないんですけど、ノエルちゃんと中学生の頃から高校1年生ぐらいまで付き合ってたんですよね。そう。でも、途中で高校2年生になった時に、高校1年生として入ってきた椿ちゃん。細かく。そう。が、可愛いなと思って、同じ部活でマネージャーで結構タオルとか渡してくれたりして、可愛いなってなって、結構椿ちゃんも、もうラグナ君にいいなって思ってたので、もうそっちと付き合おうって言って、ノエルちゃんバイバイって。ラグナさんひどいです。そうなんですよ。で、一旦そっちと付き合うことにしたんですけれども、けどもまたさらに1年後にまたその中学生でもうちょっとで高校生になりますみたいなリコちゃんが来て、まあ、さらに若い子が来たからラグナ君もやっぱちょっとまたクラッと来て、しょうがねえやつだ。でちょっと幼女なんですけど S っ気があってちょっとラグナがそういうちょっとM 気質が実は中にあったりとかするのでいいなと思って付き合うことにしたんですけど、割とこう短期間にやっぱりいっぱい彼女変えてしまって、なんか結構学校でもなんだあいつみたいな状態になってたからちょっと気まずいので姿を変えてくださいということで魔法使いをこう急にファンタジーだな。魔法使いを探してそれでこう猫の姿に変えてもらって、それじゃラグナなんだ。そうなんですよ。元ラグナでニャン吉って名前で今は名乗っているんですけれども、そうなのでこう今はこのニャン吉として学園生活を送っているっていうので学校に通うの？ニャン吉になって。転校してくんの？そうなんですよ。そうか、でもラグナはいなくなったけど。いなくなった、そう、失踪したみたいな感じになっていて、でこの最後のこれは学校に置いてある銅像です。すごいな。こんな扱いあります？特になしってひどい。多分昔活躍した人。銅像になるぐらいだからね。ひどい。顔もなかったしイメージ湧かなかったかな。そうですね。しょうがないよね。でもね、大体合ってる。大体合ってます。恐ろしいほどに。本当ですか？嬉しい。一個だけ私はどうしても言いたいね。こら、性格。椿、あざといってなんやねん。やっぱりそうやって落とせるこういうポニーテールの女子とかやっぱ人気だって分かってポニーテールしてる。そうな感じで。ラグナ君の癖をちゃんとリサーチ済みなんだ。そうなんですよ。そういうことか。びっくりした。私高校生の時ずっとポニーテールしてたわと思って、それってあざといのかなって思った。今井さんの個人情報じゃないですか。なんでやねん。みんなクラッと来てたと思います。そうなの？なんでやねん。知らなかった。ちなみにこちらが正解です。正解でーす。まあでもユミさんのも正解だわ。あ、本当ですか？ラノベ書いてほしいわユミさんに。そっか、椿は親友だったわけですね。ノエルの親友です。なるほど、取り合っているわけではない。裏でそんなことだったのかもしれないって今思い始めている。なかなか。銅像さんは結局これは中ボスだったわけじゃない。あ、強いんですね、やっぱり。英雄の一人ですか。まあ伝説的な選手でした。合ってます。多分銅像なってる。あ、そうですよね。そんな強いなら絶対なってる。ニャン吉も合ってるね。ニャン吉は秀逸だったな。猫早口ね。ああ、なるほど。そういうことですね。いやというわけでユミさんもこれでブレイブルー世界の仲間入りでございます。楽しかったですね。ああ、面白い。楽しかった。原由美さんが優秀っていう説。ありがとうございます。楽しかったです。はい。以上、知ったかブレイブルーのコーナーでした。ブルラジネさて、ブルーラジネオ、そろそろお別れの時間となりました。エンディングです。この番組では皆さんからのメールをお待ちしていますよ。ご覧のコーナーまでどしどし送ってくださいね。お便りが採用された方には、ブルーラジオリジナル缶バッジをプレゼント。採用された方、お楽しみに。ブルラジに関する情報は、ブルラジ公式ツイッターでお知らせ中です。まだフォローしてないよという方は、ぜひチェックしてくださいね。作品の情報は、ブレイブルー公式ツイッターでも発信しておりますので、こちらも合わせてチェックしてください。7回目になりますが、
ところで皆さん、ニコニコ動画と YouTube のアークシステムワークス公式チャンネルはもう登録してくださいましたでしょうか？いいのかな？そうだよ、ネオになってからもう7回も私はところで皆さん言ってますよ。そうだよね。台本が同じならしょうがないよ。だもうね、登録してない人がいるはずがない。そうですね。まあそうだろうな。でもまだという方、ぜひブルラジの他にもいろんな番組や映像配信中となっておりますので、登録してない方はぜひお気に入り登録してくださいね。お願いしまはい、よろす。しくお願いします。というわけで、原さん本日は本当にありがとうございました。すごい楽しかったです。本当ですか？でも結構全体的に脳みそを使ってなんかいい疲労感があります。ユミだけね。そうです。すごい脳みそ使っていただきました。そうですね。なんか本当に演者への負担がでかい番組なんで。いや楽しかったです。よかった。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。なんかね、サインでも入れてね、プレゼントしたいぐらいの熱量でしたね、あれ。本当だよ。めっちゃ書いていただいて。あれ、アクさんの会社にこうね、額縁に入れて飾っとけばいいと思う。そうだね。本当綺麗に書いといてよかった。はい、というわけで、ユミさんありがとうございました。次回ブルラジネオ、配信はですね、7月頃の予定でございます。年内はないですよね。ないよ。ただ大変よ。そうよ大変ね。よ。じゃあ良いお年をですかね。そうなるよね。7月頃の予定。そうですね。はい、お楽しみにです。楽しみに待っててね。それではまた次回、お相手はラグナザブラッド駅役杉田智和とノエルバーミリオン役近藤かな子と椿弥生役今井あさみと弓役原由美でした。バイバこの番組はアークシステムワークス株式会社とアミューズメントメディア総合学院の提供でお送りいたしました。椿とユミの幸せになりたいネオ。ブルラジネームチョプザエモンさんからいただいた元気のないお便りを紹介します。はい。今日はユミさんと2人で、みんなを幸せにするということで、本当に私今幸せです。私も幸せです。ということはチョプザエモンさんはもう幸せになっている可能性があるわね。読まなくていいかしら？いいえ。そうかも。読んでください。いいえという声が。読んでください。わかりました。それではこちらを読まさせていただきます。はい。とても悩んでいるそうです。はい。皆さんブルラジはブルラジは皆さんブルラジはブルラジはブルラジは私は童顔で背が低いせいで同級生に年下扱いされてしまいます。さらに最近人間扱いさえされなくなりました。犬みたい、猫みたい、最近ではよくキョロキョロしているからとミーアキャットみたいだとも言われます。これもすべて自分が幼く見えているせいです。しっかり高校生として見てもらえるよう幼さをなくす方法を教えてください。お願いしますといただきました。切実な悩みですね。なるほど。男の子からですか？女の方です。でもそれは皆さんに愛されているということではないでしょうか。なるほど。じゃあこの悩みはもう解決ということでユミさんよろしいですか？そうですね。いいえ。いいえという声が、天の声が聞こえましたね。わかりました。それじゃあ今から私とユミさんで30秒くらいでチョプザエモンさんが幸せになれる方法を伝授したいと思います。ユミさんお願いします。そうですね。やはり大人っぽく見せるためには私が言うのはなんですが、もう少しボンキュボンとなっていた方がいいような気がするのです。しかしそれは天から受けた体型、そう簡単には変えられることはできないかと。詰めればいいのでは？詰めればボンだけしか解決しないのでは？それは一緒に幸せになろうね。おう、ボンボンボンになる説。すいません。
ご視聴感謝いたします。